海よ泣きたい時は Just right 泣けよ姉ちゃんこれからは一人でじっと我慢しないで Then alright 泣けよ姉ちゃん誠のって頭の中のちっぽけな思い込みを抜く。頭炎症を起こすえ。もちろんね、誠乗り始めると頭炎症を起こします。今までの自分の世界観、どのぐらい今までのちっぽけな思い込みが自分と周りの命を傷つけてきたかに人から言われるんじゃなくて誠乗りと生み出すことによって気づいちゃうだ。マスミン鏡って言われてただよ。もともと誠のりとは澄み切った鏡だもんで、自分の今までの思い込みや心が映っちゃうだ。そこに誠のりと自分の心を映す鏡です。誠のりとから見りゃどのぐらい自分が今までくだらねえ、自分のせいで、あいつのせいで、自分なんてどうせできない、そうやって思い込んできたかってことを誠のりとが教えてくれるもんで、だって頭が炎症を起こします。もうめちゃめちゃもうどう思っていいかわからない。だってもうなんかもうこうなってきて、人はね、もともとね、生まれつき幸せに生きていけるんだよ。晴れやかに命を晴らすことができるんだよ。そのことにあいつら全然気がついてないとか言って周りの世界に複雑な感情を投影したりね。わかるよね、この気持ち。誠のってきた人たち。誠のりとっていう自分にとってここに行こうっていうところが見えたところが今までの自分、今までの癖、今までの自分の習慣というのはその誠のりとから遠かった。なんとかその訓従させていくプロセスでもう歯がゆいし悔しいし泣くし当たり前です。そんなことは。そうやってたくさんへめぐってるうちにだんだん誠のった通りに見えてくるようになって、周りが誠のった通りに行動できるようになってきて、いつの間にやら晴れやかに命へめぐれるようになっていくんです。じじいばばあになるまで時間がかかったりするんです。それは最初からんなこと、最初から明日からできる人がいるわけないでしょ。少しずつへめぐりながら少しずつ晴れやかにへめぐれるようになってくだ。そうわしが言って、ここにいる方もそちらにいる方も全員納得でしょ。全員うなずいておられる。ここにいる衆もで、ずっと棚添えてりゃね、棚添える大元へこうわしお伝えしただよ、あちこちで。といろんな人がわしにお手紙、直筆、メッセージ、真夜中のメッセージ、電話、連絡取ってきた。ずっと棚添える大元へこれ続けていたら、ある日突然夜中に大泣きした。朝大泣きした。胸が緩んで大泣きしちまった。でそれからすごく楽になったって。どのぐらい自分は胸が上乾いて胸がこわばってたか。許せなかったって。かつては家族を、身近な人を、世の中を、あいつを、他でもねあいつをかつては許せなかったって。胸がこわばってただなーって。胸が緩んだらゆるって何？湯です。お湯ですわ。お湯、日本は温泉の国だもんで湯で始まるだ。ゆるむ、ゆるすで、湯みたいな温かい目で見ることを夢っていうだ。冷たい目で見るんでなくて、温かいお湯みたいな目で物事を温かく見る状態を夢っていうだ。湯です。緩むだよ。胸が緩んで、やっぱりここが緩むと泣く。この間もここバキ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 って調節しただけで泣き出す人がやっぱりいました。その途中でやっぱりそうやって排泄をすることになる。あっちこっち緩める過程で、首や肩を緩める過程でずっと動かしてなかったところがいきなり痛くなったりする。ずっとそこ無視してよそ見して生きてきたもんでね、炎症を起こしてるだ。やがて排泄した後はもう首肩すっきりするで。でずっと血の道通してるとやっぱりずっとつっかえてたところが炎症を起こしたりするだ。炎症が抜けたらふんとすっきりするで。
わしはねガキッってやっちゃって、東北で一番の名医って言われてる方、一応行ってみたらって言われて、試しに行ってみただ。そしたら固定しなさいって言われただよ。固定して、もう鍼灸医だよ、東洋医の方。それで固定しても元通りにはなりませんって呪われただ。こんな呪いをわしはばあちゃんから言われたことと全然違うし、わしはもう体験的に跳ね返した。すぐこれ取っちまった。でいつも心地よい方にずっと動かしてた。1年後どうなったか。前よりも動くようになりました。ツアーの最中に捻挫した。来たーって思った。なんか行きたくねえところに行こうとすると傷んだりするだよ。で踊り始めると痛くねえだ。でも腫れ上がったパンパンに。その結果どうなったか。動きが前よりデリケートになって足が前より動くようになった。チャンスとして生かしただよ。その炎症と排泄を。せっかく炎症を起こして何かを排泄してくれてるだ。チャンスとしてもっと排泄しろ。胸にもっと溜まってたらもんで、もっと排泄しろ。ここ捻挫したってことはいつの間にかここに毒素が溜まってたってことさ。どんどん排泄してキラキラスカスカのびのびバレバレの晴れバレみたいになっちまえってチャンスとして生かしただ。だってね、炎症も排泄も全て敏感炎症排泄弛緩っていうプロセスの中の2つだもんで、恐れるあたわず、ここを恐れて炎症起こる怒鳴る排泄泣くいらんものが出てくれてる、ここを死ぬ病む病気と結びつけて怖がってた州が多かったと思うだ。なんか死を思わせるんで死ぬんじゃねえかって、それ勘違いです。敏感の次に炎症が来て排泄してくれてるだ。命の中にいらねえもの余ったもの溜め込んで全身ゴミ袋みたいな、ちょっとゴミためみたいになっちまってたら困るら。何歳になっても伸び盛りの思春期の方がいいら。どんどんゴミ溜めてって、どんどんゴミが溜まって捨てられないままにどんどんゴミが溜まってって、もう破裂するってのが、あれが慢性病とかの症状だでね。50過ぎで出てくる慢性病ってのは毒を抜いてなかっただ。いらねえもの余ったものを捨ててなかっただ。だって小出しにどんどん捨ててきゃいいだよ。大声を出す。大声出して励ます。山の中に行ったらヤッホーって一発大声出しといて、あとはもう踊りながら思いっきり大声出して踊る。近くを人が通りかかる。その人たちが笑っちまうぐらい、こっちが山の中で踊ってるのを見て通りかかった人が笑っちまうぐらいハイパーに大声出して踊ってりゃいいだ。いいかね。炎症敏感と弛緩敏感だけじゃねえ。いつもワクワク、いつも穏やかな平和な気持ちで、そんな夫婦生活が成り立つわけねえ。夫婦生活の醍醐味は大家族の共同作業の力を合わせて祭りする時の醍醐味は敏感炎症排泄弛緩すべてにある。一緒に同じ方を向いて、絶対この世の中のこういう仕組み変えてやるからな、見てろって夫婦で並んでシャウトすればいい。泣けるビデオを見て一緒に同じ方を向いて、向かい合ったりしないでね。向かい合ったりすると意識が緊張するでね。向かい合ったりしないで一緒に同じ方を向いて泣けばいい。このつれえ状況、この悲しみを分かち合ってる自分らの一体感、それでいいら。そういう具合に生かすだ。敏感炎症排泄弛緩を全て生かして、紋切り型でいやクリエイティブに行きましょうみたいな感じです。いかがでしょうか。炎症排泄、恐れるに足りずとかいう話じゃねえ。楽しむだ。せっかくの炎症だもんで楽しむだ。わし熱出してる時にいろんなひらめきに出会った。いろんなひらめきに、そのひらめきに従った。熱出してる時にわし前世を思い出した。いや前世なんてこうメンタルな現象の一つで、実際どうだったかは知らねえよ。
明らかにそう思うと辻褄が一斉に合う。あるいは霊能力者の方がわしに言っていたことも辻褄が合う。前世がバッバッ思い出したさ。そういうことだっただか。これがわしの確かに前世からの課題だっただか。それね、熱出して炎症を起こしている時の脳内がふわーってしてる状態。そういう状態の時に啓示を受けたりするだ。それから三草の実だから案内本。案内本の3分の2はマラリアの熱に浮かされながら書きました。うわー、熱出て頭の中がこうパッパラパーだ。こういうことは考えて書かないでパッパラパーで直感に従って書いた方がいい。ほとんど自動筆記みたいにしてタイの小さな島の中で書いてました。ワークショップ全部お休み。だって立ち上がって階段降りていけねえだもん、フラフラで。だから上半身かろうじて起こしながら、もうほとんど自動筆記。ご先祖さんたちわしを媒介にして、もうわしが筒状態になってるで、この筒状のわしをイケイケにしてください。筒イケ状態にしてくださいって、そういう状態でずっと書いてた。そしたら本の3分の2が自動的に出来上がったっつうこと。だからこれ炎症を楽しみゃいいだ。炎症の楽しみ方があるだ。で排泄するときはこれも本当に気持ちがいい。泣くの気持ちいい。私ももう苦しくて悲しくてたまらないことが出てきたらそのままもう外に出て歩きながらうわーって泣きながら歩いてたことあるさ。泣きながら歩いててどうだったか。心地よかった。溜め込んじゃしょうがねえ。泣きゃいいだ。いくらでも泣けるで、そういう時。大体ね、人が泣く時20分泣きゃ20分泣きゃ収まるだよ。ただ大人になるといろいろな事情で泣きたい時についなんていうか今泣いてる場合じゃねえみたいになっちゃってつい子供のことが気になったりとかして泣くのを先延ばしにしてることがあってそういうのがたまると今までの分も含めて一気にわしの場合は4週間毎日6時間ぐらい泣き続けたことあります。もう世界のあちこちの場所を回って歩いて自分がついに見つけたこのダンサー人材を日本に紹介して日本に連れてこようとしたらその子がしばらく学校に来なくなった。スラムでの出来事な。でどうしたって最近この野郎どうしただって聞いたらあの子は銃突きつけられてレイプされてちょっと今ちょっとおかしくなってるもんで学校には来れねえって言われてその時の辛さ何とも言えねえさ。もうそういういろんな本がもう溜まってきてるもんである時これはもう東北で舞台を作っている最中に涙が止まらなくなって毎日6時間4週間泣き続けた。何が起きたか。それまで私はここに何かこの奥に痛みがあった。でお互いにシャーマン風な人同士スペインの親友でシャマンの家系の人がいてその人のおじいさんの霊能力者とわしがもうそっくりなんだって。だからその人の霊的な問題はわしがアドバイスして解決させてもらった。でわしのここにずっと痛みがあることについてその人が突然指摘しただ。あなたのここに矢が刺さってる。ただその矢はあなたしか抜くことができねえって言われただ。そのアーティストにね、シャマンアーティストに。でわしはそれ知ってた。どういうふうに刺さってる矢かも知ってた。それはだからずっと抜けなかった。いつでもここに痛みがあっただ。したら6時間かける4週間泣き続けたら痛みは完全に消えてた。わしの胸のコリシコリは完全に抜けただ。その時からです。もう何か持ち越さなくて済むようになった。そういうふうに誰でもあちこちに長く溜めちゃった泣かないでこらえて頑張って溜めてきた何かがあったりするだ。それを機会を捉えて思いっきり泣いて普段は20分で済む。その泣ける時に今までのつっかいを全部外せるでそこは一つチャンスだと思って何週間でも泣き続けたらいい。そしたら思う力を世の中に広めていって人のお役に立てる人に力を添えられる人になってくで。泣けねえままこりしこり抱えたままだと今一つ添え方がつっかえちゃったりするだ。だで排泄はチャンス。泣きゃいいだ。泣いてりゃ循環器系も元気に働いてくれる。泣くのこらえりゃ心臓に来る。いいかね、そんなんで。思い出してくれるかね、このこと。人が炎症を起こしているとき、
我が子が排泄を起こしているとき、心配する必要もね、慌てる必要もね、思い出してくれるかね。自分が誰かに対してムカついてるとき、今炎症を起こしてる。何を排泄すりゃいいか確かめてみる。二人の関係がどうなりゃいいだか思い描いて、何を排泄すりゃいいだか見えてくるで。それが見えたら、あとは思いっきり泣きながら排泄すりゃいい。遠く南蛮の国々では、我々肌の色濃き者らを奴隷として売り買いしておると聞く。人々はお互いの縁と絆を忘れ、己の利しか目に入らず、使い捨てるがごとくに鳥獣らの尊き命を虐げ奪い合い貪っておると聞く。御宝が足りておらぬようじゃ。まことのっておらぬから、血の道通しておらぬから、棚添えておらぬから、そのように痛ましく惨めなるガキ道に落ちてしまうのじゃ。ここは一つ、彼ら南蛮人の言葉をよくよく学び、御宝を彼らの間へ普及浸透させるのはいかがでござろう。さすれば彼らもさもしい欲にとらわれず、一つながりを重んじるようになり、雨土に有り余る富を、海幸山幸を貪り奪い合うような真似もするまい。南蛮諸国が自らを滅ぼさずに済むよう、御宝をお届けして差し上げるのじゃ。御宝をお届けする。御宝を身につけていただく。そのためにお主が今すぐできることがあるはずじゃ。御宝をお届けする。御宝を身につけていただく。これ、そこのボブ・マーレー。そのためにお主が今すぐできることは何か言うてみ。オッケー、行くぜ。してない人はここでチャンネル登録をよろしくね。うっかり忘れていた人たちもここでチャンネル登録をよろしくね。トンネル登録もよろしく頼むぜ。えい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 どうこうやっていくんだよ。はい、のりちゃんはそういうのよ。そして手をつないでこれをゴロゴロいきます。えいえいあえいああさあちゃんあチャイムがチャイムがチャイムがうわーって手が出した。
ケー。はい。走るよ。いいよ。カモン、ハイタイ。やろうよ。はい。はい、行きます。はい、行きます。数像登り。わわ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 わはい。わわわわわレベルガイド。ゴーゴー。うわー、ここある。バン。おー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 。バン。どいて。いいよ。はい。どうぞ。バン。